さて、キングスフィールドにマイクラやダークソウルズを合わせたようなダンジョン RPG がデモ版公開中とのことで、今回はノックス・モーテルスの紹介を行います。こちら見た目や基本的なゲーム性はキングスフィールドであり、そこにサバイバル要素が加わった作品です。キングスフィールドはご存知、フロムソフトウェアの初期作であり、プレイステーション1で発売されていたリアルタイム形式のダンジョン RPG です。剣の振り一つとってももっさりしてるのが特徴で、序盤はダークソウルズのように鬼畜難易度でもあり、道を踏み外し、コロッと焦点してしまうというバランスです。今作ノックス・モーテイルスも漏れなく動作はもっさりで、初めから倒せない敵がそこらに配置されています。特にスケルトンが強敵で、よほど工夫しないと倒せないバランスです。クロスボウが入手できたら、まずは遠方からチクチク体力を削ればなんとかやれます。もしくはやたらこれだけは動作が素早いパリーがあります。ここら辺はダークソウル風です。タイミングよく防御ボタンを押すと敵の攻撃を弾けます。ただ弾いた後は結局こちらの武器の振りがゆっくりなので、反撃が間に合わなかったり、スタミナが切れていて何もできないなんてこともあります。切り合うのであれば、キャラ育成をある程度行ってからが無難です。といった難しい戦闘バランスはまさにキングスフィールドさがあります。見た目もキングスフィールド感はありますが、色味はやや鮮やかで、なおかつ 60fps で動作し、カメラはマウスでキビキビ動くため、スタイリッシュさは多少高めです。そこにマイクラのようなサバイバル要素が加わります。地面は掘れません。木材収集から始まり、木の斧とピッケルを作成し、次は石集め、次は銅、鉄といった順序はまんまマイクラのそれと一緒です。石炭を拾い、かまどの燃料にして鉱石をインゴットにしたり、肉も焼けます。ポイントは伐採や採掘でも経験値を得られ、キャラクターレベルが上げられる部分にあります。戦わずとも素材を集めるだけでキャラを強くできます。レベルアップはダークソウル式であり、1レベルごとに力やヒットポイント、速度など好きな項目を上げられます。敵に倒されると使っていないソウル的な経験値は失い、回収できるかはわかりませんでした。なんせランダムダンジョンなためです。毎回入るたびに構造が変わります。ダンジョン以外は地上に広大なマップがあります。キングスフィールドに出てくるような NPC もそこらにポツポツ配置されており、ちょっとしたストーリーが展開されます。何か条件を達成するとイベントが進行するみたいなものがあるかもしれません。よって地上で延々と伐採や採掘でレベル上げは可能ではありますが、効率を上げるためにはより上位の鉱石が必要です。ダンジョン奥地に行かないと入手しにくくなっていそうなので、なんだかんだで戦闘能力は必要です。一応クラフトでダイナマイトといった石炭と木材で作れる爆弾もあり、それを大量に生成すれば生産者でも戦えます。その上道中の宝箱にはまだ見ぬアイテムが見つかることもあり、新たな素材を見つけたらレシピが解放されます。装備品も入手でき、強敵スケルトンにはよく効くウォーメイスみたいな現在作れない強い武器もランダムで得られます。宝箱を開けるには鍵が必要なものもあり、銅鉱石や鉄鉱石から作ります。戦闘しつつ程よく生産活動も並行することで、より先に進みやすくなる調整がなされています。これがこのゲームの目指している方向なのだろうと感じます。他には時刻の概念や天候変化もあり、地上では肉を取れる動物もいます。魔法はありません。飛び道具は弓矢や投げ槍、あとは銃があります。この他スタミナゲージ以外に行動するほどエネルギーゲージが減ります。ゼロになると走ることもできなくなるため、寝て回復するか食事でもある程度補給できます。睡眠は夜にならないとできないため、時間に合わせ活動する必要があります。注意点としてはランダムダンジョンのため、従来のダンジョン RPG での巨大な迷宮を攻略する系とはちょっと違うという部分に留意が必要です。キャラ育成がまず第一で、それに合わせどこまで深く潜れるかが主のゲームです。従来と同じ部分があるのであれば、それは地上部分です。まだデモ版のためか、ダンジョン内は同じ構造になることが多く、今後バラエティが増えていくと、より攻略のしがいが出そうです。何よりも敵に倒されると経験値を失うリスクが常に緊張感を与えてくれ、序盤はじわじわ行動範囲を広げ、ちまちまとキャラ育成を行うゲームループが、昔ながらのダンジョン RPG を攻略する楽しさを与えてくれます。スケルトンをはじめ、どうパターンにはめたらノーダメージで倒せるかなど攻めがいがあり、キングスフィールドとマイクラ風サバイバル要素を並行して体験しつつ、ダークソウル風のハードコアなレベル上げを楽しんでみたい方はチェックしてみてはいかがでしょうか。Steam でのデモ版リリース日は2025年8月8日で、製品版発売日はまだ未定となっております。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。
ノックスモータリス。さあ、いきなり始まりましたが、壁を向いている。ちなみにゲームパッドは一応対応してんのかな？してますね。あ、誰か来たぞ。とりあえずマウスキーボードで遊びましょうか。何やつだ？人かな？おう、顔がいいですね。どうやって話すの？いいだね。私は囚人か？デーモンロードを見つけて倒せと。倒して一部を持ち帰れ。奴はこの島の地下に隠れている。テレポーテーションオーブ。それでどうするんだ？その島に飛ばしてくれんのかな？準備ができたらオーブを使えと。グッドラック。ここから脱出するんじゃないの？そういう展開ではないっぽいね。棺桶だ。なぜこの中に？動きは結構滑らか系ですね。感度も高い。というわけで、オーブ使ってみようか。一瞬だね。あ、到着した。ここはどこだ？現在11時。時刻の概念もあるようですね。前方なんか入り口みたいなのあるけど。サバイバル系要素組むと聞きましたが、特に何もできませんね。岩を掘るみたいな。これどうだ？あ、近寄ったら勝手に回収しましたね。これも？うん、自動で取ってくれる。木の棒拾ったけれど。まずはこれかな。これダンジョン？開けてみたいが、E を押して入れだ。これ大丈夫かな？いきなり。あ、なんかいる。門番かな？ウォンバット。特に攻撃もできないし、進むこともできない。今何もできない。殴らせろ。前方になんかいますかね？カカシかな？もしくは。ここはまだダンジョンじゃないのかもしれない。もっと地上を探りましょう。あっちに家があるからね。あそこ行ってみようか。このグラスは取れない？素材集めが重要だな。はじめは。シフトでダッシュ。スタミナはない。画面左上の青いゲージがじわじわ減ってるかな。でも回復しませんね。焚き火。上に乗ることはできない。水があるけど。飲めない。誰もいないようだが。お、クラフティング。ここで武器は作れる。スティックでログが作れるよ。あと矢も作れる。他にはツールにウェポンが作れる。ツールを作るにはもっと木材が必要だね。ウェポンは今度ログが必要だな。じゃあまずはウッドスティック。それを探す必要がある。ベッドがあるが眠るにはまだ早い。これスタッシュかな？こっちが自分の荷物か。インベントリね。とりあえずログを作成。ウッドアクスを作る。これで木が切れんじゃないの？そこらの。よし。ほら。お、いいね。どんどん切れるよ。しかし、この黄色のゲージが、体力か、木のね。取れた？ 4 個取れた。で、なんか、右下に40で溜まりましたね。経験値かな？木を飼っても、経験値が溜まるんですね。耐久性はなしかな？エナジーが回復できる。アップルで。で、この先になんかあるよ。なんか取った。ポーション？ニューアイテム、クラフテーブル。新たにアイテムを拾うことで作れるものが増えんのかな？カッパーインゴット。まずは木材で作れるもの一通り作りましょうか。ここら辺は？ああ、壊した。それなんか拾ったようだね。これは壊れそうで。壊れませんね。コール。炭か。おー、カッパーアックスが作れるようになってるけど。まずはピッケルだな。それとウェポン。ジェネラルにいっぱいありますね。これはなんだ？宝石？コールにログで作れる。なんかの印になるっぽいね、これね。作っておきましょう。それと、カッパーインゴットでチェストキーが作れる。他には、スパイグラス？これダイナマイト。で、これスタッシュに入れたアイテムはどうなるんだ？使ってくれんのかな？お試しで。ダメっぽい？うん、ダメだね。まあ、重量の概念がなさそうなんで、持てるだけ持っときましょうか。はじめはね。夜になったら暗くなるのかな？この手のゲームはね、すごい暗くなりますね、大抵ね。これいけるか？これ見た目的にコールっぽいけど。どうかな？全部硬いな、こりゃ。さあ、ようやく掘れたけど。何が取れた？コールだ。これ掘れる。これも硬いよ。新たなアイテム。岩かな？ストーン。やっぱり暗くなってきたね。結構暗いよ。明かりがあるからなんとかなってるけど。さあ、寝てみよう。リスポーンポイントがセッティングされた。寝るとエネルギーが回復するようだね。
レベリング。これは結構時間良そうだね。昔の成長曲線ぐらいになってる。やや渋い。好きなステータスに割り振れるっぽいね。で、いらないアイテムはどうすりゃいいんだ？捨てられんのかな？地面に落とせる。でも拾ってしまう。ライトクリックでディフェンスか。緑色のゲージが戦闘用のスタミナかな？よし行くぞ。おりゃー。あれ？反応はないね。月。長押しで月はできるけど。なんとこれは銅像だったっぽいね。ツルハシで掘れる。どう見てもクリーチャーに見えたけど、そんなことはなかった。I can level up。レベルが上げられる。ボンファイア。ここも拠点できますね。経験値。さあ、まずは。じゃあ、納金でいきましょう。定番。ストレングスアップ。でも、これはワークステーションじゃないんだな。さらに、ドアがあるよ。こっちが本当のダンジョンか。松明手に持ってんだけど。ユーズトーチ。デフォルト F。持ってるんだ、デフォルトで。敵か。なんだこいつ。スライム風何か。スライムで花が合体してる。やれますね、問題なく。鍵だ。ダンジョンキー。これは取れないんだ。経験値は50ぐらいか？今のが次のフロアかな。これカッパーかな。しかしエネルギーはまずいね、コマだと。これだ。ローカッパーだ。インゴットを作るにはどうしたらいいんだ？こっちかな？これだ。燃料が必要ですね。コールを入れる。これで OK だ。出来上がるまで時間がちょっとかかるようだね。勝負だ。待てー。移動するからゆっくりだこいつ。月やったー。こいつ一発でしたね。肉かな？ローミート。焼けるんだろうか？かまどで。マップあんのこれ。マップないかな？今もしても何もない。休める場所があればいいんだが。スケルトンがいる。この手のゲームでスケルトンは弱いけど。うわー！凶暴だこいつ。やばいやばい。うわー！強すぎた。布団に戻んのこれ。お布団に戻ってきました。読めと盾があるぞこれ。取れないの？今んとこアイテムロストみたいなのないのかな？肉は焼ける。リンゴも焼けんのかな？雨が降るとこれ。冷え消えちゃうんだね。なんか経験値落としてない？画面右下。ダークソウル式って書いてあったけど、それのことかもしかして。拾いに行く必要あんのかな？これなんだこれ？ホームアードストーン？テレポート。リスポーンポイント戻れる。エナジーコスト。何回でも使えるのかなこれ。新しい出来だ。雲が現れたが、下がりながらならば、なんとかやりましたね。どっちないよね、このゲーム。どうした？ダンジョンチェックポイントアンロックド？なんか新しいとこついた。フロア5。まだ、骸骨だ。あいつは強敵だぞ。成功した。あれ？強い。お前なんでお前。これ早すぎるよ。ポーション。2個使っちゃった。慌てて。ブロック、ダメージボーナス。うわお！逃げろー！やばい、これ強すぎる。鬼だ。強さ鬼レベル。危ない。ちょっと待ってよ。こいつ強い。経験値改善。そういうことか。5回からいける。あれ何あれ。また新しいのいる。やばい。危ないね。動き早い。で、下がりながらならば、食らわないで済む。その特性を利用するんだ。やった一発だ。そうか。お宝。ここでいいものを引くという方法もあるんだね。スピアだ。ダメージ100。めちゃめちゃ強いんだけど。器用さが必要だ。器用さでスケーリングする。まだ5回来るの早すぎ。スピアどこに行ったシュッと音がしたらなくなっちゃったんだけど。投げやりだった。そういうこと？エナジー切れそうだけど。これ一回使ってみようか。よっ。あれ？ダンジョン前に戻っちゃったよ。
リスポーンポイントがここになってる。変わっちゃってんのか。とりあえずこのアイテムは失わないようだね。特にエイムとかないな。ちょっと上狙ってみようか。あらー、全然飛ばない。もうちょい前。当たった。ヤギだったっぽいね。声的には。肉が結構手に入る。よし行くぞ。決まった。あ、移動ゆっくりだから。いけそうだ。4発だ。よし、いける。いや、5発か。危ない。おー、やったー。何か立ってるけど。あ、人がいる。あれ NPC？ もしか敵なのか。どっちなんだ。話せる？話した。何ヶ月か過ぎた？船を見た。望みを失った？どっか行っちゃったのかな、船を。さらに前方に、あそこいますね、なんか。あれも NPC っぽいな。ダークソウルに出てきそう。あ、いた。なんだ？ショートソード。ちょっと強いの見つけましたね。いや、骸骨は動かないはず。新しいこっちやばそう。こっちやばそう、やばそう、やばそう。見た目からしてやばそう。絶対無理でしょ、こいつ。うわー！おばちゃん助けて。おばちゃん。疲れた。肉を食べて。うわー！あ、しかし、やれそう。やれれれれ。下がりながら。お、ウォーメイス。あ、なんかついてる能力が。でもダメージ35、ノックバック8。スケルトンに効果的か。なるほどね。せっかくだから使おうか。来た、スケルトン早速。でもな、普通になくて無理なんだよな。うら、ちょっと待って。やっぱ無理だ。あと一発は、これ殴りましょう、じゃあ。ほい。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。